重心がこうやっぱ高い状態ですね。この辺でパンチ打ったら当然ごめんなさい弱いんですけど、パンチ打とうと思ったらどうしてもやっぱ下げなきゃいけない。で下げてこうやってパンチを打っちゃうと、今度はこの状態でハイキックを出すと当然ですが蹴りづらい。この単なるこのメモなんですけど、実は僕がオリジナルで作ったやつで、この頭と、背骨と骨盤と大腿骨と。おっす、こんにちは、空手家合流です。今回はパンチからハイキックにうまくつなげないという初心者の方向けの簡単な技術解説から、普段は妻にしか見せることのない僕の YouTube 編集の裏側をお届けしたいと思います。僕の YouTube を見たことがある方なら楽しめる内容になっていると思いますので、そんな細かいところまで気にして編集してたのなんて驚いたり、この動画でそんな作業してたんだと過去の動画を思い出しながら見ていただければ幸いです。ぜひ最後までご覧ください。ではまず、技術解説からどうぞ。ではですね、今ちょっと同情生の方に、パンチからローキックじゃなくてパンチからハイキックがつないでみたいっていうのでちょっと、質問があったので、そちらちょっと回答していきたいと思います。まずパンチからハイキックつなぐときに、パンチを打つ、重心位置と、ハイキックを打つ重心位置が違うっていうのをまず1個認識しておいていただきたくて、例えばですがパンチ打つときに、重心が高い位置、例えばこの辺に重心がある状態で、パンチ打ったらこれ当然効かないので、パンチ打つときはやっぱり重心を少し、下げてパンチを打っていくんですが、重心下のままハイキックって蹴りづらいので、やっぱハイキック蹴るときは重心を上に上げるって動作が必要なんですが、基本的には、一番多いのはパンチで重心を下げたときにステップを使ってハイキックと、一番多いのはパンチで重心を下げたときにステップを使ってハイキックっていうのが、一番、オーソドックスなパンチからのハイキックのコンビネーションになります。ちょっとよろしいですか。当然パンチを打つときに、ちょっと近寄ってもらっていいですか。パンチを打つときに、重心がこうやっぱ高い状態ですね。この辺でパンチ打ったら当然ごめんなさい弱いのは見てもすぐ分かると思うんですけど、パンチ打とうと思ったらどうしてもやっぱ下げなきゃいけない。で下げてこうやってパンチを打っちゃうと、今度はこの状態でハイキックを出すと当然ですが蹴りづらいので蹴れないということが出てくるので、重心を変えるためにパンチを打って、僕の場合、一番多いのは左のパンチの時にステップを使うんですが、こうすることで、左のパンチの時にステップしてハイキックを蹴るって形にすると、左のパンチの時にステップしてハイキックを蹴るって形にすると、ステップで足が上がってくる。できる人はパンチの後にステップしたらこっちを引いてもらうと背筋で足が上がってくるので、理想としてはパンチステップの後にこの手を引きながら、上がってきた蹴りを蹴るっていうのが理想になってくるんですが、難しい場合はこちらパンチのこの手をもうこちら側に入れちゃって振り手を使ってやると蹴ることも可能になるので、基本的にはパンチで、この時にステップ使って蹴ると、蹴りやすくなるんで、基本のセオリーとしては覚えておいてください。他にも慣れてくるとですね、ちょっと重心をそこまで上げずに蹴る方法として、右のボディストレートとかをワンツーで打って、この時はこっちの方が見やすいか、今度はごめんなさい。この時にですね、相手のガードをさせておいて、この腕に膝を乗っけちゃうつもりで受けさせてこっちに乗せてやると、ちょっとこれは蹴ると危ないんで、よってくぐってるんですが、ちょっとイメージとしては少し不格好になるんですが、ここで、こういう形で不格好になるんですが、ここでこういう形で相手の体を倒して相手の上をこういうふうに蹴るって形にすると、ボディストレートからハイキックっていう形で、受けづらいハイキックも可能になるので、こういう場合は、重心を上げるというよりはこの動作のまま膝を相手の顔の方に向けてやるっていうのが大切になるので、そこがいければ1、2と形で受けないハイキック、ワン、ツーからのハイキックって可能になってくるので、ちょっと参考にしてください。日頃僕のチャンネルでは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新しています。武道や武術、最新の理論や技に興味のある方はぜひチャンネル登録して更新を見逃さないようにしてください。では続きをどうぞ。
何しているの？今は、ちょっとカット割りというか、これ動画映せる？これだと、この隅のこのスペースがいらないから、これを、なんていうかな、アップ、ズームすることで、見るときにストレスないように、例えばここはいい角度だから、ここカットして、例えばだけど、ぐらいはかで、ここの、ズームオンですね。これを押していったときに、割合がおかしくなってくる中で、この余白が大きすぎるところを探していって、まあ、この辺かな。この辺とかは、こんな感じにすると、まあ、こっちの枠みたいな感じでこの余白が整うんで、こんなことをちまちまとしていって動画を全体的に一通り通してこの調整を今しててます。はい。ああでも下からですね。これちょっと下からだし。上からですね。下向きがあっていうのが楽っていうのはあんまり聞かないんで。の方がでも今みたいに抜いちゃったら全部使えるじゃないですか、はい、っていう方が僕は合うんじゃないかなって思います、はい、やっぱベクトル1本の動画にどれぐらいかかるの？まあ、動画の尺によるんですけど、だいたい1分1時間ぐらいの感じで編集してるんで、まあ20分動画だと20時間とか30分動画だと30時間みたいな感じかな。はい。お疲れ様。はい。今は何の作業中ですか？今は、字幕をつけてる作業。なんかこう、どこの動画を使おうかなとか、もうちょっとアップしてとかみたいなやつをやったら、今度こう動画を書き出して、このなんだろうな、この字幕をつけるためのなんかアプリみたいなやつにその動画を読み込ませて、今こんな感じで字幕をつけていってます。でこれでなんか字幕を聞きながら字幕つけて、あとは間でこんな感じで僕がこのなんていうのやり取りをまとめたらこんな言葉かなっていうメモを作るために、こういうイラストソフト使ってなんかこうやってメモを作ってで書き出して、なんかこういう大量にこういうメモのフォルダを作ってそれを動画内に差し込んでいくみたいなことをやってるんですけど、そう実はこのちょっと苦労話してもいい？はい、苦労話してもいい？ちょっとこれ見てほしいんですよ、本当に。力作このちょっとこれもうこの単なるこのメモなんですけど、実は僕がオリジナルで作ったやつで、この頭と背骨と骨盤と大腿骨とこの足の下部と肩甲骨、上腕と前腕部と分けてるパーツを組み合わせてこういう1個のイラストを作ってるんですけど、これたかだか20秒ぐらいのイラストを差し込むために無駄にこだわりすぎて、このせいで毎回動画の編集に時間がかかるんですよね。ちなみにこの骨のイラストはどれぐらいかかったの？いやー、これはかなりかかったんじゃないかな。なんかもう全然この1個のイラスト作るのに1時間以上かけてそうなんかなので、よかったら動画見てる方はこのイラストどのぐらい時間かけて作ったんだろうとかこのメモって結構時間かかってんのかなとかって意外に見流されるんで、そこ見ていただけると嬉しいかな。こんな単なるメモのこういう言葉とかももうちょっといいこの枠内にも収めるんだったらどういう言い換えがいいだろうなんて考えながらメモを作るのも意外と長い時は15分ぐらい考えてたりするんで、ぜひ動画見るときはこれ纐纈くんどんなこと考えてやったんだろうって考えてみていただけると嬉しいなと思ってます努力の結晶。はいこんな感じ。そうに顎上げて。そう1、2、3、4、5、そうはい。
あと4回。こうして。はい、はい、これ肘を中に近づけて、そうそう。今は何をしてるのかね。今はサムネ作ってます。サムネとはサムネ、YouTube のなんていうの、このバーってスクロールした時にこの出てくる一番最初の画面、あれを作ってるんですが、これが意外と時間がかかる。表紙みたいなことよね。あ、そうだね、そうだね。なんかこうデザインソフト、一応今これかなと思ってるんだけど、もうなんかいくつも作ってるから、もうなんか毎回終わんないんだよね、これ。もう最近はチャット GPT にこうなんかチャット GPT こがジェミニにタイトルをちょっと相談して、どんな風がいいっつって、でサムネってどんな感じで作ればいいかなって相談して、それを聞いた上でこうなんかデザインソフトに文字を入れていって、であとはちょっとさっきちまちまやってた作業がこれこの画像編集ソフトでこの暗くしたい部分をなんかちまちまとこうなんか選択だからこの選択ツールでこうちまちまこうなんか選択していってこれでこう暗くしたい部分を選んでみたいな、でここでちょっと編集で黒くして、明るいよりも暗い方がもう文字が目立つかなみたいなことをちまちまやって、今ようやくこんな感じでちょっとサムネのなんだろう、最終案ができたんで、これを今度は、サムネサイズにくり抜くみたいなことを、ほんまちまちま作業ね。これサムネ作りに一体今もうなんか1時間半か2時間ぐらいかけてる気がするけど、もういい加減終わりたいなと思いながら本当だね、もうすぐ2時間になっちゃうね、サムネ1枚作るのに。まあこんな感じでちまちまやってるんで、この画像1枚にそんな苦労してんだなって思いながら見ていただいたら嬉しいです。お疲れ様です。はい。何してんの？オンライン教室のなんだろう、人の視覚、見えないところをどう作るかっていう部分の解説のために、視野をうまく表現できないかなと創意工夫中なんですが、ちょっと地味これで、こんな感じで、ちょっと視野の範囲がちょっと狭すぎるから広げようかなみたいな。なんかさっきも似たような画面見たような気がするんだけど、どれぐらい撮ってんのすでに？これね、なかなかなんかこうしようああしようってなかなか決まらなくて、もうかれこれこの画像を作るのに30分1時間しょうもなしかも挿入時間15秒ぐらいまあだからね、こういうところに来るから毎回編集が長くなりすぎる妙なこだわりをそう発揮してそうなんだよね。だから本当の視野の広さを表現しちゃうと今度図で分かりにくくなるから、イメージ図みたいな感じにして、こういう感じで視覚が動きますよっていう画像にしたいんだけど、これだからな、本当にでもな、人によって視野の広さってその時の意識というか視野狭窄とか起きちゃうと狭くなるし、難しいよね、その辺の表現がなんかちまちまこの完成画像は逆にオンライン教室メンバー限定になってくるから、あれかな、見せない方がいいのかな。だってその図だけ見せられても何もわかんないかな。うん、私はわからないこれはあれかな、やっぱこの図だけ見てもわからんもんかな。わからん。
うん。この矢印が何を表しているのかもわかんない。あ、そうか。分かる人には分かるかな。でもタップの技術をある程度把握してるというか、なんか今までたくさん見てきて私でさえわかんない。じゃああれかな。解説聞かないとやっぱり図だけじゃ分からんもんな。うん、だと思うけど。そうか。解説キーは絶対分かる図ではあるけど。そうか。まあでもそうかもしれない。聞いてみないと分かんないかもしれない。多分この図だけ見れば、視覚から攻撃を出してるっていうのは分かるか。そうだね。そうね。確かにこれだけだと視覚の作り方は分かんない、ね。こんな感じかな。まあ、こんなことちまちましてます。これ完成したやつ？まあまあ、これを2枚、ビフォーアフターで、まあ入れる感じかな。妙なところに彫り性な大型の強さが発揮された作品。そうね。こんな感じ。お疲れさんでした。これ、使うの十数秒。いや、頑張った。すねを鍛えるために鉄アレでゴンってすねを叩いて、結構 V 鍛錬はやった方ではあるんですけども、極真の空手を選手をするようになってからは本当全くと言っていいほどやっていません。選手をする上で V 鍛錬をする必要がないとした理由と根拠、子供に絶対にお勧めしない理由もお伝えします。ここで今回は僕が苦手だった接近戦を克服し、最終的には接近戦が得意ですと言えるようになったベースの技術でもある、相手が前に圧をかけてきたことで起こる接近戦でも強いパンチを打つ方法をお届けしたいと思います。このベースのパンチをまず打てるようにしていきます。